皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。今日も皆さんの生産性アップにつながる動画をお送りしていきたいと思います。こんな方法があったのかと、サイクルタイムがこんなに短くなるのか、ましてや加工条件や刃物を一切変えなくてもこんなに生産性が上がるのか、皆さんが思わずうなるような方法について説明していきたいと思います。今日私が皆さんにお伝えしたいと思うのは、私たちが AABB と呼んでいる加工方法、この1点だけ集中して話していきたいと思います。使用するのは、この4主軸2タレット NC 旋盤。機種の名前で言うと HS4200 っていう機種なんですが、この機械の構成は、今、正面側にチャックが2つついていて、その下にですね、加工室があって、そこにまたさらに2つチャックがついている。で、ちょっとこう隠れてるんですが、後方とこの後方に NC スライド、刃物台っていうのが2つついてます。つまり、チャックとかスピンドルっていうのは4つあって、で、刃物台っていうのは2つあるっていう、そういった機械です。で、この主軸の数が刃物台に対して2倍あるということによってもたらされる効能について今日は説明していきたいと思います。まずですね、チャックがこのように4つあるっていうのは、目的としては1つは下で普通に加工している際に加工室の外側で同時にワークの脱着をやってしまう。そして終わったらテーブルが180度割り出しにされることによって加工とローディングっていうのが瞬時に切り替わるっていう、これがもちろん1つ目のメリットなんですが、ここで見ていただくダミーワークが黄色で塗られていて、で下側には水色で塗られているダミーワークが付けられているんですよね。でこの色分けされたチャッキングの仕方が、私たちがその AABB、つまり AABB 加工方法と呼んでいるものになるんですよね。いろいろ説明していくのにちょっとこのカバーを邪魔になるかなと思いますので取らせてもらいますね。このようにですね、左右に刃物台があって、そこに対して2つの水色のワークがついたチャックがあるという形です。このように水色と黄色で色分けされてるんですが、例えば水色をワークの表側、つまり一次工程側というふうにします。上側についている黄色い方のワークを裏側加工、つまりその二次側加工というふうにします。一般的にこういった表加工と裏側加工とかある、そういったワークの時っていうのは、お客さんっていうのはシングルスピンドルの機械を2台使って、1台は表用、2台目は裏用っていう風にするか、もしくは2スピンドル、2タレットの NC 旋盤を使うということが一般的だと思います。その場合っていうのは、水色である一次側と黄色である二次側っていうのが同時に加工することになると思うんですよね。ですので色の配置で言うと、こちらが水色だったらこちらは黄色みたいになります。その場合、ネックになるのが一次側と二次側の加工時間の差なんです。1次と2次がその全く対称のワークだったら加工時間っていうのは一緒になりますけど、ほとんどのワークが対象ではないですから、そうするとサイクルタイムっていうのも大抵ちょっと違ってくるんですよね。で、その場合、片方の加工が早くて、もう片方が遅いってなると、早くせっかく終わっても、もう片方が終わってくれてないから、それが終わるまで待ってなきゃいけないっていう大きなネックになるんですね。例えばこちらが1次側の加工であれば、1次が終わった。でもこちらがまだ終わってないだったら、それは待っていて、一次加工が終わったら一旦こうワークを取り出して反転みたいなことして、で、この二次側の加工が終わって完成品が排出されたら、反転後の半完成品をここに投入するという形になります。では実際に機械を動かしていきます。例えば、一次側、水色の工程がサイクルタイム、例えば1分だったとします。で、黄色の方の工程が仮にその3分だったとします。そうなると、2スピンドル、2タレットの旋盤とか、シングルスピンドルの NC 旋盤ではどうなるかっていうと、結局この3分がボトルネックになるというか、加工時間になるんですよね。で、プラスそこにローダー時間が加算される。ローダー時間がもし仮に10秒であれば、3分と10秒足したのが1個あたりの
サイクルタイムとなります。で、こちらは1分で終わってるんですが、やはりこちらが3分だから残り2分は待ってるしかないっていう状態になります。でも、このように刃物台に対して2倍の数のチャックを有する機械であれば、左右まずどちらも水色加工をやるんですよ。一時側の加工をやるんです。同じ加工をやってるから、タイム差はもちろんないですよね。で、1分の工程が終わったら、次に180度テーブルが回って、下はどちらも黄色の工程やるんですよ。つまり二次側の加工ですね。で、こちらは3分ですよね。そうすると、1分足す3分で4分で2個の部品が出来上がってきますから、そうすると1個あたりのサイクルタイムっていうと2分。ローダー時間というのはこの機械はもうないですから、同時にやってるので、テーブルがぐるんと回る 1.5 秒だけ加算してあげれば、それがもうサイクルタイムになります。だからその水色の1分と黄色の3分のちょうど中間に来る2分に 1.5 秒足した、121.5 秒ってことかな。これがサイクルタイムです。でも、水色と黄色を一緒にやるしかない、そういう機械の場合は3分と10秒を足して合計がだから190秒サイクルタイムになってしまうんですよ。この間加工条件とか刃物とかは何もいじっていません。121.5 秒と190秒、つまりその 56.3% の生産性アップになるんですよ。もちろんこの改善幅は一次工程と二次工程による加工時間がどれだけアンバランスかによって都度変化していますが、加工時間の差を気にしないで済むことと無駄が絶対に生じていないと確信を持てることは、生産技術のエンジニアの方々や工場のマネージャーさんや経営者の方々には非常に大きなことではないでしょうか。そして非常に安心ができるということじゃないでしょうか。加工条件は一切変えず、普通に NC 旋盤と全く同じ使い方ながら、ローダー時間と片方の工程の終わりを待つ時間のその2つを解消することでタイムがギュッと短くなる起死回生の策だと思います。この機械で生産性アップを実現してみませんか？普通の NC 旋盤のプログラムを加工する方法でありながら、あらゆる待ち時間をなくすことでタイムだけギュッと圧縮できる、そんな加工方法の説明でした。この動画が皆様の生産性アップの参考になりましたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。今日もありがとうございました。